はい。マトリックス4、レザレクションズ、見てきました。感想と、考察というほどではないですね。感想と、それから、どうしてもネタバレになりますので、マトリックス、レザレクションズを見てない方は、絶対この、先はですね、聞かないでくださいと一応言っておきます。あと、あれですね、簡単なあらすじとかは、触れません。なので、ファスト映画じゃないよって、一応ワーナーブラザーズ、ワーナーブラザーズさんがね、聞いていたら、言っておきたいところですね。ネタバレっていうほどではなかったということが、ネタバレですね。ネタバレ禁止みたいなね、結構縛りがあったのは、今年だと、新エヴァンゲリオン、新エヴァですよね。あれに比べれば、マトリックスはもっと緩いですよね。今日、ちょうどジャストですね、12月17日金曜日公開の0時0分からの回をですね、IMAX レーザーで見てきたんですが、満杯では全然ないんですよね。真ん中のエリアですね。それも真ん中のエリアに密集していて、端っこはね、私みたいなね、コロナ怖いとかさ、あと人が嫌みたいなね、マトリックスに馴染めない人はですね、横にいるって感じぐらいで、ネタバレしても全然大丈夫なんじゃない。ほとんどの人はこれから見ると思うんで、この動画を上げるかどうかちょっと迷ったんですが、それほどではないだろうと思いますし、これがネタバレですってことは、言わないんで、これちゃんとしっかり聞かないとわかんないと思うんですね。なんで、だらだら喋ります。まずですね、予告編が嘘だったっていうね予告編っていうか予告の時にみんな言ってましたよね。何でしたっけ、単純な続編ではないとか、1の続編ですみたいなことを言ってましたよね。オフィシャルでね。完全に違いましたね。裏切られましたね。裏切られましたね。やっちゃいけないことのような気がするんですね。そういうことってね。だったら言わなきゃいいのになと思うんですよね。どういうことかっていうと、あれですね。ネタバレに触れないように言おうとするとですね、スターウォーズでこうなるんじゃないかみたいな、みんなこう予想してたやつでしたね。それはどうなんですかねっていうのはありますね。でもね、最初はね、コメディなんですよね。ここはやっぱこのパートだけで終わらせればよかったんじゃないのかなと思うんですよね。とても面白かったですね、最初ね。で、もうね、混乱していくんですよね。こっちを見てる方もね。ね、何って感じでね。でもこの導入が本当にうまい。もう、出落ち感がすごいありますよね。だから逆にね、もうこれ以上の盛り上がりないんじゃないかなと思っちゃいますよね。で、この出落ちが本当良くて、これはね、な話をしてるんですよね。もう言っちゃいましたね。なんだけど、後で P を入れようかなの話をね、してるんですが、これは、ここからネタバレじゃなくて私の感想ですよ。考察とも言いますね。これはもう、このウォシャオスキーさんですかが、マトリックス作った後にですね、1、2、3を作った後に、相当大変だったんだなっていうのが、マトリックスの続編作ってくれ、4を作ってくれってすげえ、ワーナーブラザーズに言われたんだなっていうのはよくわかりますよね。だからワーナーブラザーズって名前も出てくるんですよね。
ワーナーブラザーズ、出てきて、要するに、まあ、これは、この、ホニャララをですね、作ると見せかけて、実は、まあ、全部、ダナ・ウォシャウスキーさんの、マトリックス3以降の現実の話が、前半は、展開されるわけですね。それがキアヌに全部乗っかっちゃってるわけですよね。で、まあ、いろいろ錯誤するわけですよね。こういうの作ったらどうか、こういうの作ったらどうか、みたいなね。だからあれですね。8か2分の1なんですよね。そして8か2分の1といえば新エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンですよね。なんで、この映画、新エヴァを見た後に、散々見た後に見ると、物足りないところがいっぱいあるんですよね。まあ、まあなぜかっていうと、まあ多分なんですけど、まあ選択をこうしていくわけですよね。マトリックスっていうのはね。毎回毎回ね。だからそう選択っていう風に、出した時点でイエスかノーしかないんですよね。だから、赤か青ですよね。レッドかブルーしかないわけですね。人生ってそうじゃないんですよね。それ、エンディングでも言ってましたけど、エンディングでもこうね、虹にしようかみたいな話があったと思うんですよね。虹って、見る人とか文化圏によっては、なんでしょう、5色、3色、5色とかですかね。日本人は7色に見えるんですよね。まあそれも7色の虹のイラストがあるから7色に見えてるだけで、実際は見る人によって全然違うわけですね。だから単純に白黒つけられないことの方が世の中多いんですが、白黒をつけていくというのが、まあ、マトリックスなんですよね。イエスかノーか、イエスかノーか、イエスかノーかってね。まあ実際そんなことは世の中ほぼないんですが、このワシャウスキーさんに限って言えば、まあ、マトリックスを作った時は男性で、作った後に、女性になったっていうのが、まあこのマトリックスの中に仕込んであるわけですね。で、まあよくあるのが、マトリックスの中で、重要なバトルをするときはトイレっていうね。なんでトイレなんだろうって最初はわかんなかったですよ。私が最初見たときはね。後から聞いたら、まあ、だからトイレっていうのは選択なわけですよね。男性用に入るか女性用に入るか、どの便器を使うかみたいなね。それが選択になって、だから今回は、男性用の前で、バトルもしてました。まあだから、マトリックスを見てですね、まあ選択していく人生じゃないよなと思うんですよね。選択してそのイエスかノーかだけだったら、まあ、それもまあマトリックスで言ってましたけどね、今回ね。まあ、潜在意識っていうんですかね。まあ今回はよくまあ、アドラーとか、まあ、あと、意識高い系の人とかね。それからマルチ商法とかの人がよく言うやつですよね。まあ人はね、潜在意識があるから、楽な方を選択してしまうと。なんだけど、本当の答えはこの楽じゃない方ですよってね。なんか、成功した社長とかがね、無理やりこう労働させるときに言うやつですよね。秋元康とかもなんか AKB に行ってたみたいな話を聞いてますが、迷ったら大変な方を選べっていうね。まあ、それの話でしたね、今回はね。で、まあ、まあ、今回は、その1999年の第1話の時はね、まあ、嘘でしょみたいな感じの話だったんですが、その第1話をですね、この今回マトリックス4を、上映するにあたって、1週間だけですかね、IMAX でリバイバル上映してまして、
で、私はそのちょっと前にですね、ドルビーシネマでもちょっとやってたんですよね。60フレームか120フレーム出るやつですね。それでもやってたんで、それでも見て、まあ、マトリックス1を結構今年は見てたんですね。で、もう、最初の1999年に見た時はちょっとわからないことがかなり多かったんですが、あれからまあ私も成長しまして、いろんな映画も見まして、なんか、そうして20年ぐらいですかね、経ってからもう一回結構見ると、なんかセリフの一つ一つですね、それからシーンの一つ一つが腑に落ちまくるわけですね。要するにマトリックス1っていうのは、その時が映画とか詳しくなかったし、今でも詳しいとは言えないんですが、映画に対する経験値が全く足りてなかったんですよね。で、それでマトリックス1もですね、20年経って見返すと、様式美なんですよね。これこういう時にはこうして、こういうシーンがあってっていうのは全部様式美に沿ってやってるわけですね。だからマトリックス見て面白いかどうかっていうのは、その人によるっていうね。だからそんなこと言ったらおしまいなんですけど、マトリックス4はですね、ちょっとだから、もう私はついていけないかなってぐらい新しくちょっとなってましたね。その新しいっていうのは最近な感じなんですよね。最近の配信ドラマですか。ネットフリックスドラマって多分こんな感じなんだろうな、みたいな。ちょっと映画的なこのものがなくなっちゃってるんですよね。決めみたいな。だらだら引っ張るやつとか、なんかこう映画的なこの楽しみみたいなものよりは、なんつうんですかね。とにかくこうシーンを繋いでいく感じで、ちょっとアクションシーンとかもね、特に新幹線のシーン。これは予告編で言ったが大丈夫ですよね。新幹線のシーンで、あそこでね、案の定アクションするんですが、もうね、バタバタしてなんだかわかんないんですよね。ここはなんかアクションの人今回うまくなかったんじゃないのかなと思うんですよね。あとちょっと IMAX もフレームが何フレームあるかわかんないんですが、ちょっともう足りてないんですよね。もうなんか映像がぼやけてっちゃってて、もう今ってゲームとかでも60フレームとか、120フレーム出るかちょっとゲームやってないんでわかんないんですが、もっとバッキバキなんですね、映像がね。だからそれを映画館で見ると、ちょっともうね、デジタル感がないんですよね。これアナログですかみたいな感じになっちゃってるんですよね。そのなんか映像美もちょっと今回薄れてた気がしますね。その映像のハッとするようなところが今回なかったんじゃないのかなと思うんですよね。よくですね、飲みに行くところで映画の話をする方がいるんですが、ワシャウスキー姉妹ですよね。やっぱり、性転換ですかね。してから、なんかこう、満足しちゃってて、映画にそれがもう出てこなくなったんじゃないかっていう話をね、その方はされててね。今回マトリックス4を見ると、そういう感じもそういうことなのかなって思うんですよね。ここがね、庵野秀明と違うところだとは思うんですね。ウォシャウスキーさんは、精神的にはもうすでに解放されてるんだけど、肉体がついてきてないかったんですよね。で、それで肉体を取り戻す話なんですよね。現実、リアルがね。で、それをマトリックスにも取り込んでいるわけですよね。で、エヴァの、新エヴァの庵野秀明さんとかは、まだ精神的には、まだ幼年期というか悩んでるわけですよね。そこがちょっと、やっぱり見てて深みが違うのかなと思いますね。
まあなかなかね、その前半パートがね、面白かっただけに、ちょっと後半のパートが、ちょっとありきたりかなって思うんですよね。まあ、案の定ですね、こう、リンゴが出てきて、で、リンゴを打つとね、いうね。なんかリンゴ好きですよね、みんなね。まあね、アダムとイブなんでね。まあだから今回、まあキアヌと、キャサリー・アンモスでしたっけが、アダムとイブの形になってましたよね。で、まあ、創造主っていうか、まあ、聖書とかも何回も何回もアダムとイブの話をしてたような気がしますね。まあ、それは日本の、古事記もそうですし、一回こう、子供作ったら、またその子供がまたっていう話を何回も繰り返しますが、まあ、それになぞらえてると思うんですよね。で、まあ、ちょっとまあ、腑に落ちないところもあって、あの二人がいなくなったら、電池はどうなんだよっていうのもありますよね。まあ、ちょっと面白かったのは、これはネタバレだけど言いたいな。言いたいんでね、そのマシーンが、今度マシーン同士が戦争を始めるって結構、これはいい設定ですよね。あんまり聞いたことがないっていうか、私はまあ SF 得意じゃないし、SF も全然、造形が浅いんで、その、人間をほっぽってもうマシン同士が戦争するっていう、そういう SF ってあるんですかね。あんまり聞かないんじゃないですかね。私は聞いたことがないんですが、なんかそのレベルは面白かったですね。そしてまあ、ちょっとその映画を見るだけではバックグラウンドが全部はつかめないと思うんですが、まあ、私はなんかあんまりこう設定をなんかカタログ、パンフレットとか、あと、これはこういう設定なんだよって原作者が言ったりとかするのを、鵜呑みにしたくない人なんで、原作者でも嘘言うじゃんみたいなね。まあ今回予告編でもそうですけど、原作者の言ってることが本当かどうか問題っていうのはありますんで、まあその映画から読み取れることだけしかね、私は映画至上主義ってやつですか。まあ、聖書も至上主義、聖書だけしか信じないっていう人がいますね。牧師さんとかの言ってることは信じないです。聖書だけが、バイブルだと、まあ、そのまんまなんですが、すごい頭の悪いことを言ってますが、まあ、映画だけですよね。見るとしたらね。うん。だから、ちょっと、そのザイオンがね、どうなったのかとか、はわからないかったと思いますね。まあ、今ですね、今3時26分なんですけど、次8時何分かの回をね、予約してあるんですけど、もう寝ちゃおうかなとか思ってますね。そこまでの熱量、カロリーはなかったなと思いますね。まあ、明日は休みを入れてますし、明日っていうか今日ですけどね、休みを入れてて、もうマトリックスのことしか考えられないんじゃないのかなと思ってたんですね。だからマトリックスにとらわれてますが、まあそういう人の話が前半ね、登場するわけですね。だから前半は面白かった。うん。なんだけど、その現実に行くと現実のがつまんないっていうのがね、参りますね。そこまで考えてるんですかね。その現実の方がつまんないんですよね。その仮想現実って、まあゲームをしたりとか映画を見ててる方がもう何倍も楽しいわけですよね。でもそれそうじゃねえんだよって言いたいのはよくわかりますよね。そのマトリックス信奉者みたいな人も出てきますよね。キアヌ・リーブスね。信奉者みたいな人も出てきていろいろ話を聞きたいって。もうあれみんなキアヌとかでずっと言われてるんだろうなと思いますよね。なんでまあ私はもう前半パートだけでね、良かったんじゃないのかなと思うんですよね。それでまあね、トリニティをね、取り戻す話になるんですが、まあこれはだから1の逆のパターンをやるわけですよね。1は、まあトリニティがネオを、探し出し
って目覚めさせる話なんですが、今回は1の逆で、ネオがトリニティを探し出して、目覚めさせるという話なんですね。まあだから1の逆をやるわけなんで、最後トリニティがホニャララってことになるわけですよね。それはね、もうこれ見たら日本の約半分の人がね、笑っちゃったと思うんですよね。ってドラクエ5じゃんって思っちゃうんですよね。またゲームの話ですかってなっちゃいますよね。もうね、ドラクエ5にしか見えなくなっちゃうんですよね。そしてね、最後ね、もう最後の話していいのかな。まあ本当はいろいろ突っ込むところがあるんですけど、そうですね、まあエグザイルの話とかね、あと没落貴族の話とかね、ありますけど、まあパーツでしかないですよね。そしてまあスミスさんね。スミスが今回も位置づけが難しかったっていうか、なんか、尻切れで終わったような気がしますが、どうなっちゃったんでしたっけ？まあ、これはちょっともう一回見ないとわかんないかな。なんかどうなったんですかね、あの後。まあ、ちょっと、あんなにね、まあ、ウォーキングデッドみたいな感じになるわけですね。物量作戦みたいなね。なって、全くちょっとスタイリッシュではないんですよね。なんで物量作戦からね、逃れられたのかっていうのが全くわからないですよね。最後どうなったのかさえもう覚えてないですね。最後どうやって決着をつけたのか。決着つけたの、ヘリのところでごまかさって出てますね。ヘリが出てきて、まあ、ヘリもちょっと増量して2台っていうね、もう1台増量しましたみたいな感じに なってますけど、まあ、結局、まあ、同士打ちっていうね、なんか、あれですよね。あれなんだろう。ブルース・ウィリスが出ていた、ダイハードとか、あそこら辺のマナーですよね。あと、ランボーとかですね。同士打ちパターンってやつですよね。まあ、結局ちょっと、アクションシーンがスッキリしてないのもあって、結局何だったんだかよくわかってないですね。ちょっともう一回見るときはスミスが何のために出てきて何をしたかったのか、あとどうなったのかがちょっと、もう一回見るときはね、見たいですね。私も今日は寝ようかなと思いますね。まあね、結構楽しみにしてたんですけど、ちょっとね、超えては来なかったですね。マトリックスに囚われてるのは、この監督、ラナウシャオスキーなのかもしれないですよね。で、まあ私も囚われてるわけで、ラナがね、監督ですね。ラナ監督はね、言いたいことはわかるんですよね。私は選択して変わったと。でもマトリックスをね、見ていた人たちはね、見ていて満足し、要するに消費するだけですよね。消費して満足してるだけ。だからオタク批判ではあるんですよね。自分もオタクだと思うんですけど。要するに自分でね、消費してね、消費するだけで満足していて、変わった気になってる気がするけど、世の中は相変わらず変わっていないし、むしろ悪くなってマシン同士がもう戦争までしてると、ウォーってわざわざ言ってましたからね。本当は世の中ってのは静かなのに、もう誰かが戦争を仕掛けていると。で、それがマシーンに例えられてるんですが、これは世の中のその分断とかを生んでいるっていうことですよね。そしてこの、マトリックスを見た輩がですよ、自分たちのメッセージをね、ただ単に娯楽として、消費していることに、耐えられなかったのかなと思いますね。最後ですね、ネタバレですが、
まあ、ネオとね、トリニティが、新しいね、世界をね、作りに行きますね。まあ、だから天地創造っていうか神になって、また聖書の1日目から始まるわけですよね。まあだからまあトリニティとネオの子供がね、生まれたら、それが淡路島になるわけですよね。そしてドラクエ5になるわけですよね。堀裕二が生まれてね、でドラクエ5になって、そしてパソナが移住してきて、またドラクエができてって、まあそういうね、まあ円環の物語なんじゃないかなと思いますね。まあまだ1回しか見てないんで、ただしまあ、ビールとか全然飲む暇がなかったですね。なんか全然残っちゃってね、それぐらいまあ集中はしていたと思います。ちょっと心の整理がついたらもう一回見ようかなと思ってます。それではまた。